ここからは無料の音声合成サービスを使って解説していきます。今回使用するのは iPad 版 Adobe Fresco バージョン 3.0.1 です。まずはキャンバスサイズを選びます。定型サイズから選ぶことも自由に数値を入力することもできます。後から変更も可能です。今回は初心者の方でもわかりやすいようじゃがいものキャラクターで解説するので、ファイル名はじゃがいもにします。画面では全てのプルダウンを開いて紹介していますが、今回は私が使用している iPad Pro 第5世代 12.9 インチの画面サイズを使用します。本編に入る前にフレスコのブラシの特徴をご紹介します。画面左上から3番目までがブラシアイコンで、ピクセルブラシ、ライブブラシ、ベクターブラシの3種類があり、そこからさらに様々な種類に分類されています。3種類のブラシをさらっと紹介します。まずはピクセルブラシ。私は無料版のフレスコを使用しており、青の星印がついている有料ブラシは使えませんが、無料版でも趣味で使うには十分な種類のブラシが揃っています。インクローラーブラシを使ってみます。画面左下でカラー、サイズ、入量、滑らかさ、その他の詳細をカスタマイズできます。有料はインクの量のことです。筆圧や速度によってどの程度線に変化をつけるかなど、どのブラシも細かく設定できますが、今回は省きます。比較のため全てのペンサイズを50で書いていきますが、このインクローラーブラシはもっと太いサイズでイラストに色付けするととてもいい感じになります。次にライブブラシです。ライブブラシは水彩と油彩に分類されており、どちらもデジタルとは思えない表現力です。水彩のウォッシュソフトブラシを使ってみます。ブラシを離した後もじわーっとインクが広がっていきます。先ほどのインクローラーブラシのように自分好みにカスタマイズできますが、水彩ブラシは水量も自由に変更可能です。しかもほら、見てください。まるで本当に紙に筆で書いているかのように色同士が滲んでいきます。デジタルとは思えません。さすがアドビ、最高です。もう滲まないでという時も大丈夫。レイヤーを乾かす機能もあります。次にライブブラシの油彩、厚塗りブラシを使ってみます。絵の具の混ざり具合や画面からブラシを離すたびに混ざった色をリセットするかなど自由にカスタマイズできます。本当に油絵の具で描いているかのようにもったりとした絵の具の質感、凹凸が再現されています。最後にベクターブラシの紹介です。ラウンドブラシを使ってみます。滑らかさを上げると手ブレ補正をかけながら描画してくれます。上から3つ目までのピクセルブラシ、ライブブラシはラスター形式のため、拡大すると1ピクセルの小さい点の並びで構成されていることがわかります。サイズ変更などを行うとぼやけてしまいます。それに対して最後のベクターブラシは数値データとして記憶し再現されます。サイズ変更をしても再計算してくれるのでぼやけることなく表示されます。ロゴなどを作るときに最適です。この2つの形式のブラシを1つのキャンパス内で同時に扱える、それがフレスコの特徴です。
レイヤーは自動でラスターとベクターに振り分けられます。ここからが本題。新機能のモーション、アニメーションについてです。初心者の方でもとっつきやすいよ。シンプルなジャガイモのキャラクターで解説していきます。ショートカットは使わず説明するので、黄色のカーソルを目で追ってくださいね。まず、フレスコでは2種類の方法でジャガイモを動かすことができます。パラパラ漫画のように1フレーム1コマずつジャガイモを描いて動かす方法と、一度描いたジャガイモが指やペンでなぞったパスイコール軌道を移動する方法があります。まずはフレームで動かす方法をお見せします。昔、教科書やノートの隅っこにパラパラ漫画を描きましたよね。その1ページ1ページが1フレーム1フレームのことです。このジャガイモが上から下へ落ちる様子を描いていきます。1フレーム目が完成しました。右下のモーションボタンを押すと、中央下にフレームの管理画面が出てきます。プラスボタンを押すと、キャンバスが2フレーム目の描画画面に切り替わります。しかし、1フレーム目のジャガイモが消えたので、どのあたりに2フレーム目のジャガイモを描けばいいかわかりません。そんな時は、設定からオニオンスキーをオンにすると、前後のフレームのジャガイモが表示されます。前後何フレーム目までのジャガイモを表示するかと、ジャガイモの不透明度をカスタマイズできます。1フレーム目のジャガイモを薄く表示して、2フレーム目のジャガイモを描いていきます。フレームが進むごとに、だんだん体を細くしていこうと思います。黄色のベクターブラシで、体の輪郭を描き、バケツツールで塗りつぶし、ピンクのベクターブラシで、顔と手足を適当に描いていきます。3フレーム目のジャガイモを描くのがめんどくさいので、2フレーム目を複製します。中央下の管理画面で2フレーム目を選択し、フレームを複製ボタンを押すと、2フレーム目と全く一緒の3フレーム目を作成できます。これは3フレーム目の描画画面ですが、2フレーム目のジャガイモとぴったり重なっています。変形ツールで3フレーム目のジャガイモを下にずらして細く変形します。縦と横の中央に水色のガイド線が表示されるので、簡単に中央に配置できます。4フレーム目以降も同じようにフレームの複製、変形ツールで作成していきます。ベクターブラシを使っているので、どれだけ変形してもぼやけません。どんどんジャガイモを落としていきます。最後はスライムのようにベチョッとさせてみました。フレームの管理画面を横スクロールすると、フレームごとの動きを確認できます。動きのおかしいところがあれば修正しましょう。すべて再生ボタンを押すと実際に書き出しされる速度で表示されます。ちょっと早いかな。設定からフレーム、量の項目で1秒間に何フレーム表示するかを設定できます。後ほどフレームレートという言葉が出てきますが、この1秒間に表示するフレーム枚数のことを指します。単位は FPS です。フレームレートが高いと滑らかに動き、低いとゴマ送りのようにカクカク動きます。13fps のジャガイモが一番可愛いと感じたので、これで完成です。ちなみに、この9フレームで表現した落ちていくジャガイモ、9フレーム一括で移動、変形することは現バージョンではできません。フォロワー3名様の誰も見ていない私の Twitter でこのようにつぶやいたところ、Adobe のエンジニア様より一括で動かす機能のリクエストをしておくとご返信いただきました。神対応です。今後のアップデートに期待しながら、次はパスで動かす方法の解説です。現在のレイヤー、目のボタンを押して表示にして、プラスボタンで新しいレイヤーを作成します。先ほどの落ちていくジャガイモは、パラパラ漫画のようにフレームで動かしましたが、次はパスイコール軌道で動かしていきます。まずは適当にジャガイモを描きます。最終的に走らせたいので、一生懸命手足を動かしている感じにします。中央下のパスボタンを押って、キャンバスに線を引くと、ジャガイモが通るパス、軌道になります。たくさんのジャガイモを動かすことも簡単です。1枚のジャガイモの絵を描いただけですが、パスを複数作ると、ジ
じゃがいもがそれぞれのパスの通りに動いてくれます。パスを一つ削除したいときは、それぞれの×ボタンを、すべてを削除したいときは、中央下の紫のパスバーから、パスを削除ボタンを押します。効果ボタンを押すと、パスの細かい設定が可能です。一つずつ紹介します。複数追加は、その名の通り、じゃがいもが指定した数に増えます。散布は、じゃがいもがパス、軌道とずれたところでパスの通り動きます。値が大きいほど遠くずれます。次の速度オプション説明のため、新しいパスを速度を変えながら書いていきます。一定の速度は言葉のまま一定の速度でじゃがいもが動きます。元の速度はパスを書いた速度で動きます。遅い、速い、遅い、速い。イーズイン、アウトはじゃがいもが徐々に加速し、徐々に減速します。走る人や車などの動くものを思い浮かべてみてください。最初と最後はゆっくりですよね。動くものをよりリアルに再現できます。フレーム数はじゃがいもの動きが値が大きいほど遅く、小さいほど速くなります。最後の書き出しの解説の時にもう少し詳しく説明します。パスに沿うはじゃがいもの頭頂部が進行方向を向きます。ランダム化はじゃがいもがパスからそれてランダムに動きます。先ほどの散布はパスからそれますが、パスと同じ動きをします。フレーム、パス、2通りの動かし方をご紹介しましたが、その2つを組み合わせて動かすことも可能です。フレーム、パスの両方を使用し、先ほどのじゃがいもを走らせます。リフレイの目は切れながら走ってもらいます。再生するとこんな感じ。中割りと呼ばれる、もっとたくさんのフレームを使い、少しずつ動かす作業をしてあげると、より滑らかな動作になります。めんどくさいので、今回はリフレームのみでいきます。このままパスを設定すると、1、2、1、2とフレームを順番に操作しながら、パスの上を通ってくれます。効果を組み合わせると、リフレームのじゃがいもだけで、様々な動き方をしてくれます。わあ、かわいいね。レイヤーを複数使用すると、一つのキャンバス内で、それぞれ独立した動きのじゃがいもを生み出せます。別フレームで小じゃがいもを走らせたいので、レイヤーを複製ボタンで、先ほどのレイヤーを複製します。パスも含めて丸ごと複製してくれます。これは小じゃがいもの描画画面です。先ほどの親じゃがいもの4分の1サイズの小じゃがいもを描いていきます。親じゃがいものレイヤーが邪魔なので、目のボタンを押して非表示にします。小じゃがいもは困り顔にしてみました。再生するとこんな感じ。親じゃがいもを複製したので、同じパスの上を通っていますが、違うパスを設定すると、親と別の軌道を走れます。親じゃがいものレイヤーも表示し、親子共演です。レイヤーごとに効果を設定できます。小じゃがいものレイヤーを、フレーム数を下げて、速度を上げ、パスに沿わせ、複数追加しました。親じゃがいものレイヤーを、小じゃがいものレイヤーの上にし、親の後ろで子供をちょこまか走らせます。完成したので次に書き出しを行います。書き
き出し後にどのような動きになるか、スタートからゴールまでの一直線の短いパスを使って説明します。フレーム数では、スタートから何フレームかけて、じゃがいもがゴールするかを指定できます。値が大きいほど遅く、小さいほど早くゴールします。画面下のフレーム管理画面を見ると、フレーム数の項目で設定した値まで、走るじゃがいものフレームが、1、2、1、2と入れ替わりながら、動いていることがわかります。設定内の再生プルダウンで、ゴール後のじゃがいもの動きを選択できます。繰り返しは、ゴール後、スタートから再出発。往復は、ゴール後、スタートに乗せて往復。1回再生はゴール後、動きません。フレーム数と再生方法で、どのように書き出すか調整しますが、例えば、上から2番目のレイヤーのみを、フレーム数10で書き出そうとしても、パスを使用している他のレイヤーのフレーム数が10以上であれば、それが表示レイヤーであっても、一番値が大きいものが優先されるので、表示レイヤー以外の設定も確認、調整が必要です。それでは、じゃがいも親子を書き出していきます。右上の書き出しボタンから、公開と書き出し、モーションと進みます。書き出し形式は MP4、JIF、ピングシーケンスから選択できます。じゃがいも親子は MP4 で書き出していきます。設定で自動を選択すると最大解像度で書き出し、Web 対応を選択すると Web 用にサイズと質を最適化してくれます。今回は自動を選びました。フレームを生成ボタンでプレビューを確認できます。問題なければ書き出しボタンを押し、保存先を選択します。ビデオを保存でカメラロールに保存できます。書き出したデータは後ほどお見せします。次に落下じゃがいもをJIFで書き出します。表示レイヤーを親子じゃがいもから落下じゃがいもへ入れ替えます。背景を透明にしてみましたが、残念ながら動画JIFにはなりません。今後のアップデートに期待ですね。先ほどと同じく、書き出しボタン、公開と書き出し、モーションと進み、形式はJIFを選択します。フレームを生成ボタンでプレビューを確認します。背景なしで書き出しても、このように現在のバージョンでは背景が出現し、投下されません。プレビューを確認したら、書き出しボタンを押し、保存先を選択します。画像を保存でカメラロールに保存できます。カメラロールで書き出した MP4、JIF を確認してみます。まずは MP4 の親子じゃがいもから、元気に動いています。続いてJIFの落下じゃがいも、元気に落下しています。どちらも問題なく書き出すことができました。最後に、フレーム枚数分をピング画像で書き出す、ピングシーケンスをご紹介します。上から5番目のフレーム数10のレイヤーのみ書き出しますが、先ほどお伝えした通り、パスを使用した3番目のレイヤーが30フレームのため、それが表示レイヤーであっても、フレーム数の多い方が優先されます。画面下のフレームの管理画面を見ていただくと、1から9フレームに向けて落下していくじゃがいもが順番に表示され、30フレーム分で一塊となっていることがわかります。この30フレームが1枚1枚のピング画像となって書き出しされます。書き出しボタン、公開と書き出し、モーション、ピングシーケンス、フレームを生成と進みます。プレビューを確認したら、書き出しボタンを押し、保存先を選びます。ファイルに保存で、保存先フォルダを選択し、保存を押します。ファイルを確認すると、ZIP 形式で保存されているので、タップして展開します。30フレーム分が、無事に1枚1枚のピング画像になりました。最後の最後に、おまけとして書き出したデータの使用例を爆速でご紹介します。私がいつも使用している YouTube 動画のオープニングに、じゃがいも親子をプロマキー合成してみました。騒がしいオープニングになりましたね。手書きのアニメーションやテロップなど凝った動画を作りたい YouTuber さんにおすすめです。長い動画を見ていただきありがとうございました。今後もどんどん無料アプリを紹介するので、よかったらチャンネル登録してほしいな。それじゃあ、またね。